では、皆様本日はご参加いただきありがとうございます。今日は、ローカリゼーションデー日本とあと4年キャンペーンのコラボイベントという形でお送りさせていただいてます。ローカリゼーションデーというのはですね、昨日オンラインで開催しまして、全国のローカリゼーションの取り組み、コミュニティ活動であったりとか、さまざまな農的な暮らしであったり、森づくりであったり、トランジションタウンであったり、さまざまな取り組みをされている方たちの実践の事例を聞きながら、この動きを、今、世界全体でも広がってきていて、グローバリゼーションではなくて、もうローカルの固有の文化や固有の自然や固有の環境を大事にしながら、それが横でつながっていこうというような、そういう機運が今、高まってきているのを感じています。で、そういうそのローカルでの地域での取り組みっていうことですごく例えば気候変動とか生物多様性の取り組みにおいてもすごく重要な要素だと思うんですね。地域ごとに活動を取り組んでいくということが。で、一方でそのローカルで取り組んでいる人たちが、やっぱりこの日本全体での今のエネルギー政策のことであったり、世界全体で議論されている世界会議 COP での議論の動きであったり、そういうことをしっかりと把握した上で、ローカルの取り組みをしていくということも両方重要なことかなと感じていまして、それもそういう思いでこのコラボしたイベントをできたらというのが今回の趣旨でした。はい。で、毎回私もですね、あと4年キャンペーンに今毎週参加させていただミーティングに参加させていただく中で、本当に皆さん取り組みがすごく全国でいろんなさまざまな活動をされていて、でそれを多くの人に知ってもらいたいという思いもありまして、今回このような企画を開催させていただきました。はい、今後今これからお話しいただくんですけど、やっぱりこれを日本全体の大きな取り組みにしていこうという、そういうキャンペーンにしていこうという流れもありますので、そこに多くの方が参加していただきたい、僕も一緒に盛り上げていきたいという思いで、開催してますので、ぜひ今日聞いてくださった方が何かしらの次のアクションにつながったり、一緒に取り組みにつながっていったりしていったらいいなと、はい、思っております。すみません。はい、では、早速ですね、始めたいと思います。今日は本当にたくさんのゲストの方が参加してくださってます。一人お一人聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では最初に FOE ジャパンの吉田さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、FOE ジャパンの吉田と申します。私は、FOE ジャパンフレンズ・オブ・ジ・アース・ジャパンという団体で、気候変動やエネルギー問題を担当しています。で、今日はですね、最初エネルギー基本計画のお話をということで、概要をお話しさせていただきます。で、残念ながらですね、日本のエネルギー政策はローカリゼーションとは程遠いというか真逆のところを言っていて、もう本当今日これをお話ししながら辛いなというかひどいなというか全然ローカルじゃないなという感じなんですけれども、だからあまりにもひどいからこそ、私たちアクションをしなければいけないと、そしてアクションをしているということで後半具体的に皆さんからのお話そこにつながっていくんだということで、ちょっと最初ひどい話ですけれども聞いていただければと思います。ですね、今年2021年、福島原発事故から10年になります。で、10年も経つんですけれど、全然まだ原発事故終わっていなくて、一つは放射能、汚染された、汚染水ですね。処理されたけれどもまだ汚染されている汚染水をどうするのか、もう海洋放出、ということが一応決められて、でも実際に放出されるのは2年後、だけれども、その問題もまだ決着がついていません。
それから放射能汚染についても、この右の地図のように広がって、いまだにこの黄色いところとかオレンジのところとか汚染が続いています。それから人々の暮らしという意味でも、帰還困難区域だったところは、避難指示が解除されたとしても、特に若い人はほとんど帰還していません。それから、この福島の中通りと言われるところですね、福島市とか郡山市だとか、そういったところでは暮らしは全く、通常通り戻っているんだけれども、ホットスポットはあるし、避難から帰ってきた方々とかが、もう周りの人たちは全く気にしていないし、放射能の話もない、そんな中でこう、日々苦悩が続いていたりします。FOE ジャパンでは去年、福島見える化プロジェクトということで、福島の方、それから避難された方、支援者の方、いろんな方の短いインタビューや、福島の現実に関するデータを、グラフィックにして、ウェブサイトに掲載をしたりしています。ぜひこちらもご覧いただければと思います。で、10年経って全然終わっていないんですけれども、国のエネルギー政策の見直しの中では、もうかなりこの福島原発事故のことが過小評価、もう終わったものとして議論されています。期間は、順調に進んでいるということが書かれていたり、アルプス処理汚染水の問題はあるけれども、鋭意取り組んでいるというような書き方がされていたり、ということで、10年経って、原発事故、着々と復興が進んでいるんだよというふうにエネルギー基本計画の議論の中では書かれています。これはかなり現実からかけ離れた、過小評価された議論になってしまっています。ここがまず一番の大きな問題だと思っています。で、ただですね、原発が実際にどのぐらい動いているのかというと、実は現在すでに再稼働している原発は9基、関西電力、四国電力、九州電力の9基のみなんですね。でそれに加えて、今ここに左に10基って書いてありますけれども、先日4月にですね、40年超の、いわゆる老朽原発の再稼働に福井県知事が同意してしまいました。でそれによって美浜原発3号機が間もなく再稼働されてしまいそうだという状況なので、それを含めると今動かせる状況になってしまったのが10機です。でただですね、その他のところはほとんどもう動かす見込み、かなり厳しいことになっています。柏崎刈羽原発、これもですね、東電とかは本当に今年にも動かそうとしていたところ、セキュリティ問題が発生しています。で東海第二原発、これも地元の自治体などが反対をしています。また動かすべきではないという裁判の判決もありました。でということでですね、政府は引き続き原発を使うと言っていますし、2030年に原発を20から22% 使い続けようと言っていますけれども、現実的にそれはもうほぼ無理、ほぼ不可能。この、日本全国にある原発の26基ぐらいを動かさないと、その20から22% 達成できないと言われているんですけれども、現実的に見ても20基以上なんて、ほとんど不可能という状況になっています。ですので、政府が言う20から 22% は、ほとんど現実性がない、ただ言っているだけっていう状況になっています。でエネルギーの状況なんですけれども、原発ゼロでも CO2 は減少、しているし、今後も原発に頼らず CO2 削減をしていかなければいけません。この図の真ん中の黒いところが原発なんですけれども、2010年までは28、7、8% 原子力の電気だったんですけれども、今は5、6% しかありませんし、
それでもCO2 減らすことができています。なぜかというと、再生可能エネルギーがようやく少し増えてきたから、それから、少しは省エネが進んできているから、ということになります。ただ、今後、いかに、もっと省エネを進めていかなければいけないし、原発の分、今、化石燃料に頼ってしまっている状況なので、ここを本当に早急に減らしていかなければいけないという状況になっています。で、残念ながら日本で石炭火力は推進の方向になってしまっていて、で現実的にもですね、今、165基のもう石炭火力発電所があるんですね。でそれに加えて9基、横須賀だとか神戸だとか、神戸はもう稼働してしまいましたけれど、横須賀などが建設中のところがまだ9基あるんですね。で2030年までに石炭火力をゼロにしていかなければいけないということが、今日も開催されている G7 会合でも焦点になっているんですけれども、日本は今まだ建設をしているっていう状況です。で、なんでこんなになってしまったのかっていうことなんですけれど、2012年以降、原子力の再稼働がしにくくなったということを背景に、じゃあ石炭だっていうことになったのが一つ。それから2016年から電力の小売全面自由化、いわゆる電力自由化が行われていますけれども、そこに向けて各社、安い自社電源を確保しておきたいという方向になった。そういうことで、安い自社電源っていうのは何かとなったときに、天然ガスよりも石炭の方が燃料費が安い。それから原発はそんなに簡単に民間の会社が建てられるものではないという中で、じゃあ石炭だというふうになって、しまった。はい。ただ2015年パリ協定、そして2016年の批准、日本の批准とパリ協定発効、それ以降ですね、やっぱり石炭火力やめておこうっていう動きも広がったことは確かで、17期については計画が2012年以降できた50期の計画のうち17期は中止になりました。しかし、その残る33期が、すでに動いてしまったり、さっき言ったように建設中だったりするという状況です。はい、日本のエネルギー政策と気候変動目標、パリ協定、2030年の目標、2050年にカーボンニュートラルということを昨年の10月に菅首相が、発表しました。そして今年の4月、2030年の目標が改められて、2030年に2013年度比で 46% 削減、さらに 50% を目指していくということが決められました。でしかし、これは1990年度比で見ると 40% の削減にとどまって、まだまだ先進国としても低い水準ですし、気候正義という観点からも、それから1.5 度気温上昇を抑えるという観点でも非常に不十分なものです。また、その内容ということを見ても、いまだに原子力と石炭火力を重視しているというもので、残念ながら大きな方向転換にはなっていません。で、そんな中でですね、今まさにエネルギー基本計画の議論が見直されています。エネルギー基本計画というのは2003年に作られて、もう本当にエネルギー政策、気候変動政策の、一番根幹をなす計画で、これに沿ってその他のさまざまな、原子力政策もそうだし、火力発電、再生可能エネルギーの計画、すべて、この大きな方針に紐づいているというものです。で、大体3年に一度見直すことになっていて、前回の改定が2018年、だったので、3年後の今、見直しが行われています。で、その前が2014年、その前が2010年という形だったんですけれども、ちなみにこの、2010年と2014年の間に、2011年から12年にかけて、
原発事故を受けて大きなエネルギーの見直しが行われました。エネルギー政策の見直しが行われました。で、特に2012年には、エネルギーと環境に関する国民的議論ということが夏に2ヶ月かけて行われまして、パブリックコメントが大々的に呼びかけられただけではなく、各地で自主的な意見交換会、それから政府が行う意見交換会、それから討論型世論調査、いくつか、それからさまざまなマスコミの調査などを参考にして、大々的に、市民の、意見を聞こうということが行われました。でこの時に、パブリックコメントでは、もう圧倒的に多数、8割以上が原発ゼロを望むという声を上げましたし、その他の調査などでも、原発ゼロを望む声が半数以上を占めたということで、さまざまな調査をまとめて、国民の過半、つまり半分以上は原発をゼロにしていくことを望むっていうふうにまとめられました。で、これに基づいて2012年の9月は一旦日本でも原発をゼロにしていこうということが決められたんですね。でなんですけれども、その後に政権交代が起こって、で全くこの原発をゼロにするという方針が、白紙から見直すということになって、もう、なかったことにされてしまいました。でこの議論が、この2014年、18年、そして今のエネルギー基本計画の見直しに全く生かされていない、参照されていない、なかったことにされてしまっている、非常にもう、2012年からもう9年も経ってしまいましたけれども、いまだにこれ大きな問題だと思っています。はいで今回の、見直しなんですけれども、2010年の10月からスタートして、でまず最初に2050年のカーボンニュートラルってどういうことなのか、それに向けて再生可能エネルギーや原子力はどうなのかっていう議論、まず2050年の議論が行われました。でその後、3月、4月と、じゃあそれに基づいて2030年はどうなのかという議論が行われて、そして、先日5月ですね、2050年に向けた、シナリオ、具体的にコストはどうなのかとか、割合はどうなのかとか、そんなシナリオを分析した結果が5月に発表されて、でもう今一番最後のところですね、全体の議論を取りまとめて、素案が出てパブリックコメントというその一歩手前のところに今来ています。なので、この今日の勉強会ですね、企画されたときは、今頃もうパブリックコメントが行われていて、もう今日これパブコメ勉強会のような感じだということで企画を、してくださったんですよね。でしかし今スケジュールが遅れてというか、このギリギリの5月の会議から止まっています。で、さまざまな報道では、選挙の後になるんではないかということが言われていて、でなぜかというと、原発を推進する、方向、文言をこの計画に書き込みたい、すでに今、原発かなり推進なんですけれども、今の方針よりもさらに原発推進のことを書き込みたいという勢力が強くあって、でもしそういう方向が出されるのだとしたら、選挙に影響してしまうと。だから、遅らせているのだというふうに、言われています。でそうだとすると、もし今でさえ原発、重視しているエネルギー基本計画なのに、ここにさらに原発を推進するような文言がもし入るとしたら、もう大問題だと思っています。なのでスケジュールが遅れたことは、私たちがさらに市民の声を大きくするための時間ができたといえばそうかもしれないんですけれども、それだけ、原発推進派、経産省の中なり自民党なり経産業界は、本気で、そういった文言を入れたいと思っていると。だとしたら本当に大きな問題なので、もっともっと市民の声を大きくしていかなければいけないと、それをぜひ皆さんとご一緒していかないといけないと思っています。
でちなみにエネルギー基本計画の、エネルギー政策の議論の中でもう必ず出てくるのがS プラス3、というか前提となっているのが S プラス 3E ということなんですけれども、S、セーフティー、安全性ですね。それから、エネルギー安全保障、環境、経済性、これを満たすエネルギー政策を考えていかなければいけない。で、決まり文句として出てくるのが資源の乏しい我が国はっていうことで、もうこれは化石燃料を前提としているからこその資源が乏しい我が国ですよね。だからもうその前提からして私たちが目指したい方向、自然エネルギー、地域に分散した自然エネルギーをメインにしていこうという方向と異なってしまっています。で、この S プラス 3E なんですけれども、はい、これに基づいて、エネルギーのベストミックスが必要だということが言われています。で、安全性で見ると原子力はもう論外だと思うんですけれども、原子力についてゼロリスクではないが可能な限りリスクを低減するというふうに言われています。で、他の 3E ですねについては、原子力は 3E のすべてにおいて優れている電源であるというふうに言われています。で、化石燃料についても全然安全性もないし環境の意味でもダメだと思うんですけれども、政府はですね、一つのエネルギー源に偏っていてはリスクがあると。例えば再エネだけだとダメだというので、エネルギーのベストミックス、再エネも原子力も、それから化石燃料も全てをバランスよく使っていくと、ベストミックスを探るっていうのがエネルギー、政府の言い分になっています。で、その化石燃料については、もう2050年にゼロにして、カーボンニュートラルにしていかなければいけないという中では、真っ先にゼロにしていかなければいけないんですけれども、いまだ化石燃料を重視することになっていて、でどうやって重視するかというと、ゼロエミッション火力と言われていて、天然ガス火力発電には、科学的な成分の関係で、水素を混ぜて一緒に化学式が近いから水素を混ぜて燃やすことができる。それから、石炭火力発電にはアンモニアを、混焼して、使うことができる。で、その水素やアンモニアを、CO2 ゼロで作ることができれば、水素やアンモニアを燃やすときには CO2 が出ない。ということで、だんだんとこの、水素やアンモニアを混焼していって、将来的にはゼロエミッションの火力を実現しようということを言っています。でしかしその水素やアンモニアをどうやって作るのかというと、今のところ天然ガスや、石炭などから化学的な変化を起こして水素やアンモニアを作る。でしかもそれを、ブルネイとかオーストラリアだとかもともと化石燃料を取っているのところで、作って、それをタンカーに乗せて日本に運んでくるっていうことなんですね。なので、もう全く化石燃料と同じ構造です。で、しかもこの、化石燃料から水素を作る段階で CO2 が大量に発生してしまいます。なので、将来的にはその化石燃料から水素を作るところで、CCS、CO2 を地中に埋めるという技術ができれば、CO2 フリーのいわゆるブルー水素ができるっていう、理屈なんですけれども、その部分も、コストの問題、それから技術的な問題で、商業利用に見合うようになるかは現状まだまだ不透明、むしろ可能性が低いという状況になってしまっています。なので、そうやって化石燃料からCO2 を大量に出して作った水素やアンモニアをタンカーで運んできて、それを
今、燃料電池車や、発電に使おうという、なんでしょうね、見せかけのゼロエミッション火力というか、そんな状況になってしまっています。で、12月21日、このエネルギー基本計画の議論の中で、化石燃料と原子力についての議論が行われたんですね。で、その時の梶山経産大臣の挨拶の中が非常に、今の日本の政策を分かりやすく表しているんですけれども、ですね、再生可能エネルギー、再エネだけにすべての電力供給を頼るのは現実的ではなく、原子力 CCUS 付き火力、水素、アンモニアなどあらゆる選択肢を追求していく必要がある。それから原子力は脱炭素電源として安全性を大前提に活用していく必要がある。火力についても、CCUS やカーボンリサイクルを組み合わせて使っていく、または水素、アンモニアによって燃料そのものをカーボンフリーにしていく、これがまさに今の日本の政策になっています。で、基本政策分科会というエネルギー基本計画を議論している、その委員の発言はさらに、一言で言うとひどくてですね、経済産業省の方針よりもさらに踏み込んで、特に原子力を活用すべきだということを言っています。例えばこの豊田さんですね、原子力について場合によっては FIT や CFD 的なものもいる。今のエネルギーミックスの20から 22% 原子力を維持すべき。新増設なしにはそれはなかなか難しい。やっぱり新増設の準備を始めるべき。それから増田さんという方、原子力について商業ベースで新設する方針を示さないと、もう、部品メーカーや人材を維持できないのではないか。震災後10年を迎える、今年には新たな方向性を示すべき。それから伊藤さん、原子力については、もう行くなら行くとはっきり言ってほしい。多分その原子力の再稼働というかリプレイスというかとにかくもうやっていかないと。それから鷲見さん、火力についても脱炭素化で進める方向、水素の安価かつ大規模な安定調達、原子力、原発の再稼働へ60年運転、80年への延長というのは必須。同時にリプレイス、高速炉、あるいは高い安全性を有して、高温ガス炉だとか、で橋本さんという方、原子力はこれまでも何度か積極的な活用をお願いしてきたが、ぜひとも早い段階で明確な方針を出してほしい。それから、水本さん、原子力は、純国産、非化石電源としてエネルギー源の一つ、新しいプラントの建設が必要、官民が連携してインフラの海外輸出にも取り組んでいく必要がある。それから山口さん、新規の軽水炉の建設を、していく。それから核燃料サイクルや高速炉サイクルなどの議論をやっぱり行うべき。ということでですね、経済産業省は、今のところは原発の依存度の低減ということを、今のエネルギー基本計画では掲げています。また、新増設やリプレイスについて、現時点では想定していないということをいろんな会見とかで聞かれると繰り返し言っています。で、現時点ではっていうのはそうだと思うんですけれども、このような、審議会の委員から、それから、先日も報道があったように自民党や、経営団連、原子力産業協会、それから鉄鋼連盟、などなどから原発の新増設、リプレイスに踏み込むべきという強い意見が出されている中で、もしかしたら本当に最後のギリギリのところで、新増設がもしくはリプレイスが入ってくるという恐れがまだあるし、そういった、向こう側の人たちはですね、なんとしてもそれを入れたいということで、動いています。
はい。で、2030年の電源構成どうなるのか、原子力は20から22%、再エネは30%台後半ということが今のところ報道されています。で、発電コストの検証についても、4月から5月、今行われているんですけれども、原子力のコストについては、安全対策コストが上がるということはあるんですけれども、でもその稼働率の想定を、今70%と見ているんだけれども、国際的には80%だ、80%にすべきではないのかっていう声も出てきていて、そういうことも加味すると、結局原発のコスト安いというふうに、やっぱり安いというふうになりかねません。また再生可能エネルギーについても、国際的なコストと日本のコストと大きな開きがあるんですけれども、20年後、10年後、2030年においても、やっぱりまだ日本の方が高いんじゃないかっていう想定が出されつつあります。はい、ということで、原子力や化石燃料については安く見積もり、再生可能エネルギーについては高く見積もられています。ということで、今の日本のエネルギー政策の議論、2050年カーボンニュートラルということは掲げているものの、その内容は化石燃料を維持し、原子力をこれまで以上に活用しようとしているものになっています。ということでですね、今現在の議論、そもそもこの審議会の議論、プロセスがかなり閉鎖的である、市民の声を取り入れるプロセスが全くない、福島第一原発事故の被害が過小評価されている、いまだに資源が乏しい我が国という認識、不確実、高リスクな技術に依存したカーボンニュートラル、原発推進の一層の明確化、ビジョンの欠如、これまでの体制の維持、いびつな発電コスト再検証、ということで、他にもたくさん問題がありますけれども、もう世論、それから、再エネが安くなっている、気候変動対策をしなければいけないという世界の流れと全く逆行する議論が行われています。なので、それに対して市民の声を届けようということで、あと4年、未来を守れるのは今というキャンペーンをやっています。詳しくは後で横山さんからお話しいただけると思います。で、そういう議論とはあるんですけれども、自然エネルギー財団や WWF ジャパン、それから未来のためのエネルギー転換グループでは2050年に自然エネルギー 100% が可能だというシナリオを出しています。で、自然エネルギー 100%、決して簡単ではないと思います。今、自然エネルギーについてもメガソーラー、大きな問題になっていますし、風力発電についてもやっぱり一部の風力発電については山を、自然環境を破壊するんではないかということで反対運動も起きてしまっています。まずは自然エネルギー 100% を目指すのだという政府が方向を出して、じゃあ具体的にどのようにできるのか、それを地域や自然環境に配慮した形で共生する形でどうやってやっていくのか、これは私たちも市民環境団体も含めて本当に議論していかなければいけない、簡単ではないことだと思っています。はい、環境省もこんな感じでですね、自然エネルギー、こんなにできるよというポテンシャルを、試算しているので、決して不可能ではない大幅な省エネを前提ともちろんしてですね、ということは示されています。はい。最後にですね、私たちにできるということで、電力会社を選ぶということで、エネルギー政策に声を上げるのと加えて、具体的に電気を選ぶ、消費者として選ぶということで、自然エネルギーへの声を示していく、両方からアプローチしていけたらと思っています。なのでパワーシフトまだの方は、ぜひと思いますし、パワーシフトの SNS アカウント、ぜひフォローしていただけたらと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、今の
現状の問題点がすごくクリアに伝えていただけたんじゃないかと思います。で、今ですね、あのエネルギー基本計画に関してやっぱりね、2012年に議論がされて世論の声をっていう中でそれが反映されてないっていうところに、一方で世論の側としても社会の側としても2011年の時は盛り上がったけども、今やっぱりエネルギー基本計画への関心がちょっと下がってるなっていうのも自分自身も含めてあるなと感じていて、やっぱりそこを次の今の見直しにどう反映していくかっていうところが、あと4年キャンペーンとしてもここにですね史上最多のパブリックコメントを寄せようっていうのを合言葉にみんなで動いているかと思うんですけど、そこをこれから一緒にやっていけたらいいかなと思います。あと4年キャンペーンでチェックしていただけたら、例えばエネルギー基本計画の素案ができた時とかパブリックコメントが募集された時などにまたみんなでですねキャンペーンを張っていこうと今準備をしてますので、ぜひ今後も注目していただけたらと思います。はい、ちょっと質問とかをする時間があまりないので、もう次に行きたいと思います。すいません。早速次に行きたいと思います。では次は、プロテクトアワーウィンターズのジャパンの、高田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ画面の共有をします。はい。画面見られてますか？大丈夫そうですね。はい。パウジャパンの高田翔太郎です。プロテクトアワーウィンターズ、冬を守るっていう意味ですけれども、その頭文字を取ってパウと呼ばれる気候変動の問題に取り組むスキーやスノーボーダーの団体の事務局長を務めています。で、今日はローカリゼーションデーのイベントということで、自分自身は北海道で生まれ育って、東京で学生や仕事をしていた時期もあるんですけれども、2013年に長野県の北アルプスのふもとに移り住んで、それこそ自然の近いところで、地域とつながりながら自給的だったりとか、あるいは循環するような、コミュニティとか、暮らしっていうものを施行して、まさに今実践しているところだったので、そんなお話を交えながら今日お話しさせていただきたいなと思って、昨晩スライド作ってたんですね。でそして測ってみたら20分ぐらいかかってしまって、今日は10分の枠を用意していただいたので、これはちょっと喋れないなっていうところで、今日はパウのお話だけさせていただくんですけれども、また機会があれば、里山再生のお話だとか、まさに今日はね、白馬村でファーマーズマーケットを主催してるんですけれども、それを抜け出して、今ここのイベントに出てはいるんですけれども、そういったお話も今後する機会があれば嬉しいなと思います。じゃあ、それではパウのお話をさせていただきます。ですね、パウプロテクターウィンターズは2007年に、アメリカでスタートしました。初めはスキーやスノーボーダーによる集まりだったんですけれども、やはり地球温暖化への危機感というのはこの当時から共有されていたものだったので、その活動は徐々に共感を呼んで、アウトドアブランドだったり、スキー場だったり、そういった企業の賛同や支援もいただきながら、今ではクライマーだったり、トレイルランナーだったり、そういったウィンタースポーツの枠を超えたアウトドアスポーツへの広がりを見せています。さらに国を越えた広がりっていうのもあって、ヨーロッパ、カナダ、ニュージーランド、今世界14カ国に支部ができています。そんな中で日本はその13番目の国として2019年の2月に活動をスタートさせました。ですね。でこれパウジャパン活動は全国のスキーやスノーボーダーを巻き込みながら、意識や行動の変容を促していく、そういった仲間づくりだったり啓蒙教育っていう活動もすごい重要なんですけれども、それだけではこの気候危機の問題は解決には間に合わない、もう時間がないよねっていうところで、社会の仕組みへの変化、そういった部分のアプローチも重要な活動となっています。で具体的に言うと、スキー場だったり、スキー場や観光産業に支えられる自治体っていうのは、我々滑り手の声が届きやすかったり、あるいはアウトドアコミュニティの影響力を発揮できるんじゃないか、そんなふうに考えています。でまずはその仕組みの変化を、のモデルケースとなる場所を、地域を作ることで、最近でも脱炭素ドミノなんていうふうにも言われていますけれども、それが変化が波及していく近道かなっていうふうに考えて、国内ではニセコと並んで、スノーリゾートとしてもう世界中に名が知られている長野県の白馬にターゲットを当ててこれまで活動を取り組んできました。
で、今日は特に全国的な話っていうよりは白馬の話を中心に簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、まず僕らが行ったことは、2019年の5月に気候変動と地域経済をテーマにしたシンポジウムを開催しました。で、地域経済というものがテーマに入ってるんですけれども、やはりスキー場や観光産業に支えられる白馬のような街では、温暖化、雪不足っていうのは本当にビジネス、あるいは生活、暮らしにも直結する問題です。で、このチラシでは、写真の真ん中に写っている女性ですけれども、アルゴアさんの不都合な真実を翻訳された、環境ジャーナリストの枝広純子さん、あとは一番長身のスキンヘッドの方、これはベイルリゾーツっていうアメリカ最大のスノーリゾートの、環境サステナビリティ部門をもう長年務められた方なんですけれども、そういった方をゲストに招き、開催いたしました。で、この真ん中に写っているのは長野県の安倍知事。で、隣にいるのはおじいちゃんが下川、白馬村村長なんですけれども、こういった方にもご参加いただいて、まさにこのシンポジウムから、この白馬エリアでの気候変動に対する取り組みの機運は高まっていったのかなというふうに認識しています。で、続いて、これ見覚えある方多いかなと思うんですけれども、これは2019年の9月20日の気候マーチの時の写真です。これは今日も参加されている Fridays for Future の方々が中心となって全世界的な大きなうねりとなった会なんですけれども、POWはアウトドア企業の皆さんと一緒に東京に参加するとともに、白馬での開催もサポートしました。で、白馬の開催についてご存知の方も多いかなと思うんですけれども、白馬高校の3年生が、その3人が中心となって企画を練って、でマーチの最後に白馬村役場に訪れて、村長に対して私たちの未来を守るために気候非常事態宣言を出してください。そういった要望書を提出しました。そしてなんと、その3ヶ月後には、12月ですね、白馬村は気候非常事態宣言を出しています。これは本当1万人に満たない小さな村ではあるんですけれども、全国3番目の快挙でした。で、さらにはその3日後には、長野県が都道府県としては初めての宣言で続いています。で、ちょうど今月の8日ですね、長野県では、本当に内容も、目標も非常に意欲的なゼロカーボン戦略というものを発表されたんですけれども、現在白馬村でもこの宣言の内容をいかに実行していくか、そういったこういう行動計画を、再生可能エネルギー協議会という名のもとに話し合っています。自分も委員として参加しているんですけれども、今年度中には詳しい内容が発表される予定になっています。で、白馬っていう名前は多分ご存知の方多いかなと思うんですけれども、実はこの観光地スノーリゾートっていうのは大町市、白馬村、小谷村、この3市町村から形成されています。で、この3つの市町村には10の今赤いピンが打ってあるんですけれども、10のスキー場があって、それらを中心とした白馬バレーツーリズムっていう観光 DMO があるんですね。で、この組織が中心となって、この白馬バレーをエコツーリズム、サステナブルツーリズムの聖地にしようっていう動きが今盛り上がってるんですけれども、その中で昨年 SDGs の取り組みというものが、発表されました。で、ちょっとその内容全部は触れられないんですけれども、その目標の2025年目標の中には、北アルプスの自然環境にとって最も脅威であり、緊急性を要する気候危機に関わる項目が優先的に実施されておりっていう文言が入っていたりですね、その下の索道っていうところは、スキー場を意味するんですけれども、エリア内全スキー場、これ10あります。10のスキー場が電力の再生可能エネルギーへの切り替えを進めているという目標が掲げられました。でですね、つまりこのエリア一帯の観光事業者が気候変動に取り組む、意思が示されたわけですね。で、実は一昨年の冬に、我々が主体となって白馬バレーの10のスキー場が再生可能エネルギー 100% で運営されることを応援しますっていう署名を集めたんですね。これは1万5000通集まりまして、この署名提出が、今お伝えしたような目標宣言の後押しとなりました。で、実際に目標を掲げただけではなくて、実はすでにエリア内の4つのスキー場が再生可能エネルギーを使用した
リフトだったり施設の運営っていうのを始めてます。例えば一番上にある五竜スキー場っていうのは、雪を作る降雪機とナイター照明とナイターの時動いているリフト、これがすべて再生可能エネルギーで動いているので、再ゲネ 100% のナイターゲレンデっていう風になってたりだとか、その下の白馬八方根スキー場っていうのはこのエリアで最も大きいスキー場の一つなんですけれども、ここのリフト、もう20機ぐらいあるうちの半分は再生可能エネルギーに切り替わってます。で、こういった動きっていうのは、現時点では本当に全国に先駆けた画期的な取り組みではあるんですけれども、自分の今、感触としては、この動きはどんどん加速して、他の地域にも波及していくんじゃないかなっていうふうに考えています。で、こういった自治体や企業の動きはもちろんあるんですけれども、それだけでなくて、地域や個人の暮らしの中でできることを実践していこうっていう機運も同時に高まっています。この地域と暮らしのゼロカーボン勉強会っていうのは、地域の有志で、先月始めたばかりではあるんですけれども、これは白馬村を起点に、地域を越えて巻き込んで、つながって発信していくことを目的に、白馬でリアル開催をしながらも、Zoom で全国に配信をするっていうようなハイブリッドの開催をしています。で、ちょうど先日3回目の開催を終えたところなんですけれども、毎回70名程度の参加がある、非常に大盛況となっている勉強会ですので、ぜひ見ている方もぜひご参加でいただけると思いますので、お待ちしてます。で、本当にこういった市民の動きこそが、自治体や事業者の取り組みを推進していくものになるんだなっていうふうに信じていますね、今。で、こんな形で、今、駆け足で白馬エリアの事例を紹介してきたんですけれども、パウの活動が今3年目を迎える中で、他のスノータウン、自治体でも滑り手がリードする形で、自分たちの地域を脱炭素化させていく動きっていうのは少しずつ広まっています。で、今日は時間の関係で一つ一つを詳しくお話しすることはできないんですけれども、先日の6月10日、あと4年の署名提出に合わせて全国各地でスタンディングアクションが開催されました。で、その中でもパウやスキーやスノーボーダーが主催、企画をしたものがいくつかありましたので、その様子をちょっとスライド、写真をお見せする形でご紹介したいなと思います。これは日本トップと言ってもいいぐらいのスノーリゾートニセコ町ですね。で、札幌市、大きな、政令指定都市の大きな町ですけれども、札幌市でもやりたいっていう声が上がったんですけれども、やはり緊急事態宣言下でなかなか難しいっていう状況もあって、札幌市ではオンラインで、これを企画するということが行われました。で、これは群馬県の片品村です。で、ここからは長野県に入ります。野沢温泉村、信濃町、大町市、そして最後に、白馬村ですね。で、これで最後になるんですけれども、なぜ我々スキーやスノーボーダーが、この問題に取り組むのか。今でこそもう気候危機、脱炭素っていう言葉はもう毎日のように新聞だったりニュースで耳にすること多いかと思います。ただ我々はもう20年、30年雪山で遊び続けていると、そのような環境の変化だったりとか、気候の変化っていうのはもう身をもって感じてきたものでもありますし、目の前で目撃してきたものなんですね。で、本当雪っていうのは変化のバロメーターとして気候の変化を非常に分かりやすく伝えてくれます。で、フライデーズ・フォー・フューチャーの方々がよく言われてるなっていう印象なんですけれども、気候危機は未来の危機ではない。まさに同感です。本当に雪が少ないだとか、厳冬期に雨が降る、あるいは春がやってくるのが早い。こういったことは、現在進行形で我々の遊びフィールドを脅かしている現象です。また都会や街で暮らしているとなかなか気づきにくいことも、自然の中では当たり前の地球のルールとして学ぶ機会というのは非常に多くあります。だからこそ、社会に対して、この気候危機の問題もそうですけれども、環境の変化をリアリティを持って伝えていくこと、それは我々の責任のようにも感じています。で、同時に、自分たちが遊びの中で夢中になって経験してきたことだとか育んできた感覚っていうものをより良い社会に
作ることに活かせるのであれば、それは大きな喜びでもあるなっていうふうに感じています。今は僕らができたこともあるのかもしれないんですけれども、そのようなことを思って行動を起こす仲間がじわじわ広がっているっていうのを本当に実感として感じている状況なんですけれども、それがパウのモチベーション、活動のモチベーションになっています。で、先日もあと4年キャンペーンの仲間たちと東京でお会いすることができましたし、今日もこうやってご一緒している皆さんとつながることで、これからもっと大きな力になるんじゃないかなっていうことに期待していると同時に、そうなれば本当に嬉しいなと思ってます。長くなりましたが、今日はありがとうございます。またご一緒してください。失礼します。ありがとうございます。はい。僕もこのあと4年キャンペーンを通じて高田さんとまだオンラインですけどもお会いできて、本当にその活動の取り組みすごく共感して聞いてます。さっきのローカリゼーションの取り組みもぜひ別の機会にまたゆっくりお聞きできたらなと思います。今日はあまり時間が取れずすいません。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、では次にですね、フライデー・フォー・フューチャーの取り組みについて、ゲストを3人のクロストークという形でお送りできたらと思います。フライデー・フューチャー東京の、ちょっと待ってくださいね。ピン止めします。川崎さんと、フライデー・フォー・フューチャー福岡の柴田さん、そして同じくフライデー・フォー・フューチャー福岡の中川かなさん。はい。お三方にお話ししていただけたらと思います。では最初に自己紹介をしていただけたらと思います。川崎さんからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すみません、ちょっとネットワークの接続が不安定で、もしかしたら画面止まっちゃったりするかもしれないんですけれども、フライデーズ・フォー・フューチャー東京とジャパンで、活動、ムーブメントに参加しています。川崎彩子と申します。私は約3ヶ月ほど前から活動をしています。現在大学3年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では柴田さんお願いします。はい、柴田真央と申します。私はフライデーズ・フォー・フューチャー福岡で活動していて、福岡が立ち上がったのが2019年の8月なんですけど、その翌月の9月からオーガナイザーとして活動していて、私は去年大学を卒業して、1年間会社員してたんですけど、今年の3月に辞めて、今、フライデーズの活動と、あとフリースクールで有償ボランティアで働きながら、活動しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では中川さんお願いします。フライデーズ・フォー・フューチャー福岡の中川かなと申します。私は去年の、夏からこの活動を始めて、今約1年間活動しています。今は大学4年生で、来年から大学院の方に進学する予定です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、次にそれぞれの活動の紹介をしていただけたらと思います。今力入れてることだったりとか、もともとどういう活動を今しているか、これまでしてきたかっていうところも含めて、また活動の紹介をしていただけたらと思います。はい、ではまた川崎さんからお願いします。はい、すみません。私の声聞こえてますでしょうか。聞こえてます。もし不安定でしたら画面オフにした方がいいかなと思ったんですけれども。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。まず、フライデーズ・フォー・フューチャーっていうのはどういう、ムーブメントなのかっていうところを説明させていただけたらと思うんですけれども、皆さん、グレタ・トゥーンベリさんという方の名前をご存知かなとは思うんですけれども、スウェーデンの、一人の少女が、国会議事堂前で気候変動対策を本気でしてくださいっていうことを、座り込みをしたことがきっかけで、それが世界中に、日本各地にも広がっていった、若者が中心となっている運動のことを言います。日本にも本当に北は北海道の富良野から、南は鹿児島まで本当に各地にあるんですけれども、私はその中でフライデーズ・フォー・フューチャー東京でオーガナイザーをしています。活動内容としては、今はですね、
11月に COP26 という気候変動に関する、とても大事な会合があるんですけれども、それまでにもっと世論喚起をして声を上げる人の数を増やしたいっていうことを、話し合ってまして、東京内の高校や大学に学校講演をオンラインでしたりだとか、SNS を使って発信をもっとしていくっていうことを考えています。また、さっきパウの高田さんもおっしゃってたと思うんですけど、こういう運動ってすごく草の根運動っていうふうにもう言うと思うんですね。市民の力でこうシステムを変えていくっていう運動になると思うんですけど、そこでこう気持ちの共有っていうのがすごく大事だなっていうふうに思っていて、人それぞれなんで気候変動を解決したいのかって思ったきっかけとかって本当にそれぞれあると思うんですね。そういうこう今オンラインだからこそ難しいと思うんですけれども、そういうコミュニケーションとかも大切にしながら、運動していけたらいいなっていうふうに考えながら活動しているところです。ありがとうございます。では、柴田さん、フライデーフォーフューチャー福岡の活動をお願いします。はい、福岡としては市民と行政双方に双方と交流しながら活動しているんですけど、行政に関しては政治班っていうのがメンバーの中にいて、その政治班を中心に福岡市の議員さんとこう意見交換会をしたりとか、福岡市は2040年までにカーボンニュートラルの実現を目指しているので、その実現に向けて団体として交流をしながら一緒に今後頑張っていきましょうっていうような思い共有をしたりとか、あとは市民に対しては他の団体 SDGs キッズっていう子ども向けに SDGs の勉強会している団体さんとかがいて、その方からお声掛けいただいて子ども向けのイベントに環境団体として出展をしたりとか、またご縁があって福岡市の千鳥橋病院っていうのがあって、そこの新人看護師の方にオンライン環境勉強会をしてほしいということでプレゼンをしたりとか、横のつながりすごい大事だと思っているので、声をかけていただいたイベントに積極的に参加したりとかしていて、フライデーズの主な活動内容にマーチとかスタンディングももちろんしていて、先月ですね、4月22日だとアースデート気候サミットに合わせてマーチをしたりとか、おとといはG7 のあと4年キャンペーンを踏まえてスタンディングアクションしたりとか、そこにもいつも交流を持たせてもらっている緑の党の議員さんたちとかも参加してくださって、これまでいろんなイベント等でお世話になった方々とかがアクションをしていく中で参加してくださったりとか、徐々につながりが増えていってるなって思っている状況ですね。はい、以上です。ありがとうございます。中川さんは何か補足とかありますか？福岡の活動に関して。もしよかったら。ちょっと今飛んでどこかに飛んで私が福岡で活動しててすごく感じることとしては、結構最近よくSNS とかを通じていろんな環境のことに対する、情報とかが増えてきているということもあって、すごく高校生とか若い子たち、私たちもっと年が下の子たちとかからもすごく入りたいですっていうふうに一緒に活動を始めてくれる人が増えてるので、なんか若い人たちにそうやってこういう気候危機とかが広まってるのかなっていうふうに感じます。藤井さん、ミュートです。すいません、ミュートでした。すいません。なんか、ちょっと後ろから音が聞こえていたので、ちょっと大丈夫かなと思って。本線ですか？もし、配慮できたら、お願いできたらありがたいです。はい、ありがとうございます。フライデーフォーフューチャー福岡はね、最近高校生がたくさん参加していると聞いてます。はい、ありがたいことに、草の根ってさっき川崎さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり少しずつなんていうんですかね、イベントとか自分たち主催で、自分たちがこの10代20代の自分たちが
こういうふうな問題意識で活動しているんだよっていうのをこうイベントでちゃんと皆さんにお伝えしていくと、そこで参加してくださった方とかがすごい共感してもらって、じゃあ次こういうイベントあるなら行ってみるとか、友達呼んでみるとかって言って、徐々にそういう意識が広がっているなっていうのがすごいなんかやりがいを感じているところですね。ありがとうございます。僕もね、普段フライデーフォーフューチャー福岡の皆さんとはいろんなことを一緒にさせてもらって、頼もしい限りだなと思って見てます。はい。では、最後の質問、すみません、時間があまりなくて申し訳ないんですけど、最後の質問として、こういう気候危機アクションの取り組みをしている思い、若い世代からの思いをぜひ聞かせてもらいたいなと思うんですけど、どういう思いでこういう活動をしてますっていうようなところをお一方ずつお話しいただけたらと思います。では、また川崎さんからお願いします。はい。まず、Fridays for Future のオンガナイザーに共通していることだとは思うんですけれども、まず気候正義っていうのを私たちは大切にしていて、Fridays for Future に限らず皆さんそうだと思うんですけれども、日本のような先進国って今までたくさんCO2 を排出してきた。で、それによって起きる気候変動の影響っていうのは、みんな同じ人に、全員に等しく降りかかるものではなくて、途上国の人々であるとか、女性であるとか、社会的に弱者であると言われてしまっている人たちに、集中的に降りかかってしまうっていう現状があって、でその時に私はすごく思うのは、私はたまたま日本で生まれ育って、今特に不自由もなくというか暮らしているけれども、もし明日沈んでしまうかもしれない、海面上昇で沈んでしまうかもしれない島国の人だったら、私がその人だったらとか、もし絶滅危惧の、危機にさらされている動物がもし私だったらって思うと、やっぱり声を上げずにはいられないなっていうふうに思います。で、私たちの運動している中で、世代間の不平等っていうのもすごくキーポイントだなっていうふうに思っていて、私は大学生になって本格的に気候変動ってものを知ることになったんですけども、知った時にもう危機って言われている状況だったんですね。なのでこのままどんどん悪化していくと、例えば私に子供ができた時に、もうその子は今よりもその子が認識するようになった時には、本当にもう生態系も壊れてしまっていて、本当に雪もなくてスキーもできなくてとか、そういう本当に暮らしていけないような状況になっているかもしれないっていうふうに考えると、やっぱりそうですね、声を上げないわけにはいかないというか、本当に自分のこととしてこの運動に取り組んでいるっていう、そういう思いでやっています。ありがとうございます。では柴田さんお願いします。はい、今川崎さんもおっしゃったんですけど、なんか私も実際にフライデーズに入ってからこんなに気候変動がまずい状態なんだっていうのを少しずつ勉強し始めて、なんか気づいたらもう気候危機だったみたいな感じで、逆に焦りもあったんですけど、なんか知れてよかったというか、これから行動する余地があるし、団体に入ったことで、同じような志を持って何とかしようっていう仲間ができて、で今は前向きにというか、緊急事態なんですけど、前向きに少しずつ仲間を増やしながら活動していきたいなっていう思いがあって、それも2019年から活動を始めて、少しずつそういう輪が広がってきたなっていう実感が最近あるので、今後も継続していきたいなって思うのと、やっぱり最近入ってくれたメンバーが一昨日のそのスタンディングで話してたのが、なんか私も最近入ってなんかもうちょっと早く知っとけばよかったって言ってたんですよね。だからやっぱりみんな気づけばそういうふうに思うので、やっぱりそういうふうに気づける人たちを増やしていきたいし、なんかそれが私たちが今後の、日本というか今後まだ未来がなんていうんですかね、子供を作るか作らないかとかいろんな問題あると思うんですけど、
なんか自分事として本当に危機感を持って、かつ前向きにこう活動するからこそ伝わる部分があると思うので、そういう思いを今後も積極的に発信していきたいし、仲間を増やして楽しくかつ積極的にですね、頑張って続けていきたいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。で、最後に中川さん、よろしくお願いします。今ちょっと周りの音が聞こえるかもしれないんですけど、私も本当、気候変動のことをちゃんとするようになったのは、大学生入ってからで、なんかそれまでは、まさかこんなに大変な状況だとは思ってなくて、で、なんか勉強すればするほど本当にスキルなんだなっていうのを実感するようになりました。で、なんか、この活動を始めて、すごく周りにはこういう気候変動に対してたくさん思いを抱えている方たちと出会うようになって、で、なんか、そういう人たちと一緒にこれからの未来を変えていこうというふうに活動できるのが、すごく一つの明るい未来に向いて活動できるので、すごいこれからも続けていきたいなって思っています。で、なんかすごくこういうアクションとかしていると、気候変動で未来がなんか暗い感じで、なんかもうこのままだったら本当にもう子供たちも幸せに暮らすことできないし、なんか私たちの未来もどうなるかわからないっていうすごいネガティブな考えに陥ってしまうこともあるんですけど、でもなんかそうじゃなくて、明るいこの気候危機を乗り越えた明るい未来っていうのを考えながら、でポジティブにこうやってこれからも活動していきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ぜひですね、これからも一緒にいろいろやれたらいいなと思ってます。はい。本当今言ってくださった本当に未来のためにというか、その明るい未来、より良い未来を作り出すために活動しているっていうのがやっぱり僕も原動力だなと思っていて、その今の問題があるから動くっていうよりも、その先にやっぱりね、残したい景色とか自然があったり、文化があったり、そういうものを残すために活動してるなと僕も思ってるので、ぜひそういうよりこう、ね、未来を作り出すようなアクションをこれからも一緒にやっていけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。では、次にですね、ちょっと待ってくださいね。一回ちょっとピンを外させていただいて。すみません、今日一人で、これでいいのかな。はい、ありがとうございました。では、次に、350ジャパンの横山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは画面の共有をさせていただきます。画面見えてますか？はい、見えます。はい、それではまず、団体の紹介ということでしたいと思います。ちょっと変な名前の団体ですね、350。なぜ350かということをまず申し上げます。これはですね、大気中の温室効果ガスの濃度から来てますね。産業革命前は 280ppm、それが今 420ppm になっています。で、ジェームズ・ハンセンという有名な学者がですね、アメリカでこれを 350ppm までに下げないと持続可能な地球の環境が、維持できないということを言ったので、350という名前になっています。で、全世界180カ国くらいをカバーしてるんですね。で、スタッフがですね、150人ぐらいしかいない。それはどういうことかというと、うちのスタッフがいない国がいるというと同時にですね、いろんな国でボランティアで自発的にやってる国が多いんですよね。そういうところは、一人が何国かをですね、担当しながらやっています。
それで、創業者はですね、ビル・マッキベンという、有名な環境ジャーナリスト、この方は本も書いてますけども、それと学生が一緒に作った会社、団体です。それで、最近理事からおりましたけれども、ナオミ・クラインという有名なジャーナリストがいるんですね。これが全てを変えるとか、今一番最近のやつはオンファイヤー、地球は燃えているといったものを書きましたけども、ぜひ読んでください。そういった人もですね、関わっています。で、これがメンバーで、この左から2番目の女性を抜いた4人しか日本にはいません。とても忙しくて、ブラック NGO になりかかっています。それでどんなことをやってるかというと、ビジョンがですね、単純です。最終的には 100% 再生可能エネルギー、化石燃料も原子力も使わない、ウランも使わない社会にしようというように言っています。そのために化石燃料を新たに掘り出さない。で、今の化石燃料の事業はどんどん減らしていく。で、それをですね、ちょっとここが変わってるんですけども、お金の流れを変えることで達成しようというのがちょっと面白いところですね。で、それともう一つ柱になっているのが、市民の力で脱炭素社会を達成しようということで、いろんな活動をしています。で、どうやってですね、その脱炭素社会を作るかっていうんですけども、ここもちょっと変わってるんですけども、排出している会社とか事業があるわけですね。それを支えている柱を取り除こうということを考えています。で、それはどういうことかというとですね、社会っていうのはいろいろこんな構成になってますね。例えば排出金を一番目に書いてありますけども、そこにはですね、先ほど吉田さんが言ったエネルギー基本政策みたいのがあって、そこで例えば石炭火力は 20% いいですよと言えば、排出企業はそれに基づいて事業をしてしまうんですね。例えば銀行とか保険会社は、そこに対して、じゃあ石炭火力が必要でお金が必要だったら融資しますよというお金の支援をするわけですね。で、金融庁はそういったことを、それがいいことか、社会的にやめるべきかという規制も作っている。で、そういうようなですね、流れがあるわけですね。ですから、私たちは、そこにあります通り、国の政策にプレッシャーをかけていくことであるとか、金融機関にプレッシャーをかけるであるとか、あるいはその銀行、保険会社に対するコントロールする力を持っている金融庁、こういうところにその話しかけをすることで、最終的に排出できないようにしていこうと考えているのが私たちの団体です。で、主な活動はですね、3つあります。1つは銀行キャンペーンですね。で、2つ目は政府に対するプレッシャー。最後は、先ほどもFFF の方から話ありましたけども、市民の草の根の運動の拡大といったことをやっています。で、各ね、NGO、いろんなテーマを持ってやってますけども、この3つがですね、350 Japan の特徴です。で、まず銀行キャンペーンですけども、皆さん知ってるかどうかわかりませんけれども、石炭火力であるとか、化石燃料を使う事業っていうのは非常にお金がかかりますので、お金をどこかから調達しなければいけない。それに関して銀行っていうのは大きな役割を示しています。それでこれいろんな調査会社がいろんな資料を出していますけれども、ルグワルドっていうですね、ウルゲワルドっていうこれヨーロッパの調査機関によりますと、石炭産業への融資額で世界のトップ3がみずほ、三井住友、三菱 UFJ というベスト3が日本の金融機関なんですね。ですから、こういう金融機関に対してそれをやめてくださいということを言っています。で、どんなことをですね、してるかということですね、銀行キャンペーンで。それで、銀行の方針を決めるっていうのは、その社長であり、取締役会であるわけなんですね。そこに対してどうやってプレッシャーをかけるか。で、私たちは、ボトムアップとトップダウンと2つのやり方をしています。ボトムアップっていうのはですね、そこに下に書いてある通り、草の根ですね。市民が例えば、これら3つの銀行から口座をやめて、クールバンクに口座を移してしまう。で、それを銀行に言って、私はお宅の銀行はもう使えませんというようなことをですね、言っていく、宣言をしていく。あるいはいろんな情報発信をして、皆さんの市民のですね、知識を高めていく。あるいはですね、ヨーロッパの銀行との競合をどのくらい違うかということを示して、銀行に対してプレッシャーをかける。あるいはメディアに対して、報道に関して、いろんなウェビナーなどをしてですね、教育をしていく。こんなことをしています。それと同時にトップダウンというのは右が2つですけども、まず銀行と話し合いの機会をかなり持っています。こういう中でいろんな情報を与えながら、なんとか化石
燃料の事業から撤退してくださいといったことを言っている。あるいは金融庁に対してももっと規制を強化してくださいねといったことを話しています。それと同時に今ちょうど佳境なんですけど、右側の方ですね、株主提案、これは気候ネットワークと私もその中に入っています。株主提案をしています。ただ NGO はお金がありませんので、提案するための最低株主、これは 3万株なんですけど、これしか持っていません。で、これだけでは意見が小さいので、他にですね、多くの株を持っている投資家に対して手紙を書いたりしてですね、なんとか私たちの提案に賛成してくださいと。そんなことをしています。で、今年は、三菱 UFJ グループに対してですね、株主提案をしていまして、今月の29日に株主総会があります。そこに対していろんなですね、アクションをしてプレッシャーをかけていこうと。こんなことを今しているところです。で、政府に対するプレッシャー、これさっき吉田さんの方からもありましたけれども、銀行と話してましてもね、政府の対策以上の投融資方針は作りにくいって言ってるんですね。で、私はできるんじゃないかとは言ってるんですけども、やっぱりその政府の方針の内側で自分たちの方針も作りたいという気持ちが強いんですね。で、あと一つは、例えば石炭が 20%OK であれば、今後数年間はそれで大丈夫だと思って企業はそのように行動してしまう。ですから、その企業にとってですね、社会がどうなるかっていう予見性っていうのがすごく大事で、ここで自然エネルギー 100% にしますよって言えば、企業が安心して研究開発もできるし、安心して投資もできるわけですね。ですから、政府の政策の影響が最も大きいということで、政府に対するプレッシャーを与えたいというふうに思っています。で、その中でも今年は特に重要な1年だというふうに思っています。それは吉田さんが言った通り、エネルギー基本計画が今年改定になりますということですね。あと、それに基づいて国連に対して削減目標を提出します。それと同時に、これ FFF の方も言いましたけれども、11月に COP があります。あと IPCC の報告もですね、公表されることになっています。こんなことがありましてですね、非常に重要な年だと思っています。で、最後にですね、市民の運動の拡大なんですけども、これもですね、先ほどきっかけという話もありましたけれども、行動につながるために、市民の皆さんに知識を普及していきたいと思っています。で、気候変動の記事はたくさんあります。ただですね、系統だって知ることって結構難しいんですよね。そういう中で、気候変動基礎クラスといったものをやって、皆さんにウェビナーで講座を設けています。これ非常に好評で、今100名くらいが待っていられます。そのぐらい人気があります。あとですね、うちのボランティア、これはクルーって呼んでますけども、連帯を強化しようということで、週に2回ぐらいですね、ボランティアミーティングを開いています。それと同時にですね、例えば、350東京とか、350英語とか、350四国とか、そういった自主組織も作ってましてですね、そこで自主的にいろんな活動ができるようなことをしています。で、先ほど言いましたとおり、私どもは4人しかいませんので、4人でできることを限られています。ですから、そこでですね、各地域で自主的にやっていくようなですね、チームを作っているとですね。それでちょっとですね、時間はギリギリなんですけど、これショートフィルムを見てください。出てこないかな。ちょっと予告編です。子供が生まれて初めて本当に安心して安全に生きていける環境を残さなきゃっていう思いのが強くなりました。一人一人が行動を起こして周囲にこの問題大事なんだよっていうふうに伝えて動いていくっていうことって絶対に周りの人たちは見ているし、そんな自分がちょっとなんかやったくらいで変わるのかなって、なぜかそういうふうにあまり思わなくて、気候危機っていうのがちょっとの危機じゃなくてどれくらいの危機なのかっていうのを分かっていないとやっぱそういうふうに感じてしまう人もいる。アマゾンの熱帯雨林がある臨界点を超えるともう枯れるのが止まらなくなると、その最初のスイッチを押さないようにしたいと。で、こんなですね、今、予告編ですけども、映画を作りながらですね、市民活動のきっかけを作っています。どうしてもですね、気候変動の
講座っていうと、敷居が高くてみんな来にくいので、上映会に来てくださいというような問いかけでやっています。で、あと4年のキャンペーンだったんですけども、このキャンペーンでは、脱石炭、脱原発、で将来 100%、自然エネルギーでやっていきましょう。そういったエネルギー基本計画については、民主的にオープンに決めてくださいということで、先週木曜日、一旦閉めましたけれども、賛同団体が242、それで合計署名が27万、で全国アクションが122カ所で行われて非常にいい運動になりました。この仲間をですね、さらに次に続けていきたいなと思っています。それでこれあと4年のね、ホームページですけど、みんなが見やすいような、あまり悲惨なことをですね、書くとみんな引いてしまいますので、入りやすいようなものにしています。あと、これが27万4830の署名提出ですね。で、これがスタンディングアクション。皆さんもやったと言ってましたけども、東京の風景です。それで、拡大という意味では、今後もいろんな活動があります。で、エネルギー基本計画、ちょうど伸びてますので、何かやっていきたいなと思ってます。で、騒音ができた後のパブリックコメント。これは今までなかったくらいの量を出していきたいなと思っています。あと、メガバンクの株主総会。あと、選挙もありますね。選挙でも何かやっていきたいし、あと G20 とか COP26、こんなものをやっていきたいなと思っています。変化を、これグレタさんの言葉ですけどね、自分の力は小さすぎると思うと何もできなくなりますから、一緒に力を合わせてやっていきましょうということです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。僕もこの間、新作の映画見させていただきましたけども、上映会は誰でも企画できるんですよね。はい、そうです。はい、350 Japan に連絡、ホームページなどからできるんですかね。はい、そうです。お願いいたします。はい、ぜひ各地でたくさん上映もしていけたらなと、思います。本当にいい映画でした。日本のさまざまな、ここに、ね、出ておられる方も出てきたかと思うんですが、いろんな今の取り組みが見えたり、勇気も湧くような動画だったので、ぜひ上映会もしていけたらなと思います。前回の映画は100回以上の自主上映がされて、2000名が約参加してるんですね。ですから皆さん非常に入りやすいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。ありがとうございます。では次に、グリーンピースジャパンの鈴木和恵さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ画面を共有させていただきます。プレゼンテーション開始し、これで OK ですか。はい、国際環境 NGO グリーンピースジャパンと申しまして、地球環境と、暮らしを守るグリーンとピースということになっておりまして、取り組みの分野は気候変動、それから生物多様性、つながっていますけども、自然エネルギーを促進、そして、脱プラスチックなど循環型経済社会へということで、それから私たちのDNA に平和というのがありまして、地球規模での兵器削減で非暴力を育むということをミッションにしています。それで市民による市民のための環境保護活動ということで、世界55の国と地域に拠点がありまして、300万人のサポーター、個人的に寄付をしてくださっている方々に支えられて活動しています。それで、そうですね。ごめんなさい。で、私たちは、政府とか企業からは、財政的支援をいただかないで、個人の寄付の方、個人の方からの、寄付のみで、活動しています。で、これは、どんな時でも、どんな相手でも、言いたいことを言いたい時に言うための、担保として、こういった、個人の寄付者の方だけからお金をいただくということをしております。で、その中でですね、私が今取り組んでいる、活動についてご紹介させていただきます。気候アクションはあなたの自治体からということで、自分の暮らす自治体の脱炭素気候変動対策強化を目指す人々のプラットフォームとして、ゼロエミッションを実現する会というのを、去年の9月に立ち上げました。で、グリーンピースが事務局をしていまして、Facebookグループを中心に情報交換とか行動呼びかけをしています。FOE の皆さんとか、350の皆さんとか、たくさんいろんなNGO の皆さんにも参加していただいているプラットフォームです。
で、なぜ自治体に着目したかというと、自治体ですとね、電話をすると担当者と直接話すことができる。それからメールを送ると返事が来る。で、区長さんとか市長さんとか、そういう意思決定者の方とも対話の場がある。例えば、区長と話そう会とかですね、ワークショップとか、ホームページを、自治体のホームページを見ると、意外とそういう場面がありまして、そういう時により声が届けやすいということがありますので、着目して自治体のワークをしています。で、まず最初のステップとしては、例えば区長とか環境課へメールを送るとか、そういったような最初のステップとして、よくホームページにこのような入力フォームがあるんですけども、そういったところに送ってもお返事を希望するとお返事が来るんですね。でこんなことを最初の一歩としてお勧めしたりしています。で、定例会をしてまして、毎週土曜日の9時半に新参加者のためのオリエンテーションをしていまして、で、10時からそれぞれやっていることを共有したり、相談事があれば相談、リクエストに応じて勉強会などをしています。で、具体的にはですね、まず自分の自治体の温暖化対策を調べるというのを推奨しています。皆さん自分の住んでいる自治体の温暖化対策計画とか読んだことありますでしょうか？私も実はこのキャンペーンを思いつくまでしたことなかったんですね。で、読んだらびっくりして、具体的なことがなかったりとか、あんまりなかったりとか、目標が書かれてなかったり、目標の数値が書かれてなかったり、いろんなことを発見しますので、おすすめです。で、そういったことを見てびっくりして、で、行政や自治体、議員への情報提供や要請をし始めたという感じなんですけど、で、議会の傍聴ですとか、自治体の関連イベントの参加とかをみんなでやっています。セミナーとか勉強会、読書会も開催しています。で、モットーなんですけども、参加者のですね、ライフステージがいろいろで、私のような、もう平日の仕事として環境保護をしている人っていうのは本当少ないんですね。で、なので、やりたいという人ができる時間にできる場所で、できる分だけやって、分担すればいいという考え方でやってまして、ライフステージやいろいろで、子育てが一番大変だったりとか、介護しなきゃいけない家族がいたりとか、いろいろなので、プレッシャーを感じさせずにやって、助け合って活動を進めるということを、モットーにしています。それでですね、7月4日に東京都都議会選挙があります。で、さっき横山さんもおっしゃったように、衆議院選挙もありますということで、そのゼロエミッションを、実現する会の方で、東京都都議会選挙候補者、コンタクト先が分かる全員に気候変動に関するアンケートをしました。で、それもゼロエミッションを実現する会のホームページに載っているので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、それとは別にぜひやっていただきたいというか呼びかけがございます。で、それはですね、この都議会選挙に向けて、なんか自分で動くということなんですね。で、今、この白熊ユッキーという名前なんですが、看板の前に立ってますが、これも私アクションだと思ってるんですよ。私必ず、毎日、もう数分は立つようにしてるんですね、看板が出ると。で、そうすると、この方も、選挙について考えてるんだなっていうようなアピールになると思いますので、特にですね、フライデーズ・フォー・フューチャーのようなお若い方が立ってると、こんな若い人も選挙に関心あるんだなと思って、選挙に無関心な自分を恥じる大人というのが出ると思いますので、看板の前では必ず数分立ち止まっていただきたいなと思っています。で、それからですね、候補者について調べるということで、ユッキーはですね、この島田馬子の斎藤という名前なんですが、島田馬子さんがなんかいい感じだなと思って調べたということなんですが、皆さんもぜひ調べるということで、もう看板見ただけではいいことしか書いてなくて分かんないので、ホームページを見ても大体いいことしか書いてないか分かんないんですが、まずはちょっと見ていただきたいなと思います。で、次にですね、本人に、候補者に聞いてみるということなんですね。で、ユッキーもね、恥ずかしいし、なんかドキドキしちゃうんですけども、気候変動にどう取り組みますかって聞いてるんですが、私もいろいろ聞くんですけども、
スタッフの方に、後にしてくださいって言われちゃう時もあるんですけれども、大抵は答えてくださいますので、後にしてくださいって言われても、待ってればちゃんと聞いてくれる方がほとんどですので、ぜひ本人と話していただきたいと思います。本当に人となりが分かります。本当にフェイストゥフェイスで話せば、もう一言で、ダメだとか分かりますので、おすすめです。で、ですね、それから、この機会に、選挙のことを話題にするということです。ユッキーは島田馬講師になったんですけども、みんなどう思うって聞いてみたりとか、これなかなかなんかこう皆さん、選挙の話とか政治の話とか周りでしづらいと思うんですね。私もママ友とかにしづらいんです。で、しづらいときはどうするかというと、しやすい人に話すっていうことですよね。自分の子供とか、両親とか、親戚とか。で、私はもう親戚の中で、なんか選挙になるとこの選挙の話をしてくるおばさんいるっていうような感じのキャラ作りをしてきましたので、親戚にみんなどう？今回ちゃんと考えて投票するのよみたいな感じで話してますけども、話せる人にどんどん話していただきたいと思います。で、それからですね、とっても私お勧めするのが、候補、この人いいなと思った人には応援するということなんですね。で、グリーンピースジャパンは不偏不党と言いまして、政治的中立を謳っておりまして、グリーンピースジャパンという立場で、政党を応援したり、特定の候補者を応援することは、禁じられております。やっちゃダメっていうふうになってるんですが、仕事終わった後に、選挙ボランティアをすることはむしろ奨励されています。で、それはやはりこれだと思った候補者を当選させることがより良い社会につながるからというふうに思っているからです。ですので、ぜひぜひこれはと思った候補者の応援をしていただきたいと思います。ですね、どんなことをするのかというと、ポスター貼りとか、なんか、はがきを送付したりですね、住所書いたり、電話かけしたりとかいろいろあるんで、できることをやればいいかなと思います。なので、ぜひ、これはと思ったら事務所に電話して、ボランティア応募してみてください。で、もちろん、投票というのがアクション、一番大事なアクションだと思いますが、自分が投票するだけだと1票だけなので、必ず、後でツイートしたり、Facebook に投稿したりして、自分の1票だけで終わらせず、自分の周りの人も必ず、どこの党でもいいと思いますので、投票する。で、いや、投票したい人いないんだよって言ったら、じゃあちょっと聞いてみたいな感じで相談に乗るとか、あとは、セカンドベストと言いましょうか、これはと思う人いなくても、白票とか棄権しないで投票することが大事だということをお伝えいただけたらなと思います。そして選挙が終わったら、新しいアクションを始める時です。選挙の時の約束を守っているかとか、あなたの意見を聞き続けているかとか、地方議員は暮らしたい街を一緒に作る仲間だと思いますので、また行動を続けていただきたいなと思っています。で、ゼロエミッション実現する会では同じ自治体の方をおつなぎするなど、あなたのアクションのお手伝いをしています。ぜひゼロエミッション実現する会にご参加ください。Facebook グループで中心にやっていますので、もし Facebook グループ、Facebook ちょっとっていう方は他のE メールから参加できるSlackというのを利用したコミュニケーションもとってますので、お気軽にお問い合わせください。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。自治体での取り組み、ね、先ほどプロテクターはウィンターの高田さんも話されてましたけども、ね、すごく重要な取り組みですよね。はい、ありがとうございます。あと選挙に関しても、あと4年キャンペーンでも何かしら今度の選挙に向けてもアクションを起こそうというような話もね、今みんなでしているところかと思います。はい、ありがとうございました。ぜひぜひこれからもつながっていけたらと思います。はい。では次にですね、今回の主催団体である怠け者クラブの呼びかけにまた共催している株式会社セカエルの代表でもある中村理事さんに取り組み、これまでの活動の話などしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
今日のゲストスピーカーの皆さん、素晴らしいお話をありがとうございます。私は怠け者クラブは22年前に立ち上げたんですけども、その20年ぐらい前、40年くらい前から有機農業を普及する仕事に取り組んできました。そして、1986年、35年前ですね、35年前にチェルノブイリ原発事故が起きて、で、日本から8000キロ離れてるチェルノブイリで事故が起きたにもかかわらず、1週間後には放射能が風に乗って日本の有機栽培の畑を汚染するというような、そういうことが起きました。で、その時にですね、原発っていうのはやはり人間と共存していけるものではないということを実感しました。で、そのチェルノブイリの事故から4年後にですね、現地の、原発事故の被害者に、薬を届けに行くという、そういう活動が、仲間たちの中で始まって、で、私も参加しました。で、それから、また2年ほど経ってですね、現地に初めて、事故から6年半後ぐらいに、一番被害を受けたウクライナやベラルーシに薬とか医療機器を届けに行きました。で、その時にもう事故から6年半も経ってるので、もう被害が収まってるんだろうというふうに思ってたんですね。ところが、現地に行きましたら、どんどん健康被害が増えてきてたんです。特に甲状腺のがんとか、白血病とか心臓の病気ですね。それからこの放射能の被害の特徴なんですけど、先ほど、若い方の話の中にですね、世代間の平等っていう話があったと思うんですけども、私の若い友人のですね、セバン・スズキっていう先ほどの話に出てきたグレタ・トゥンベリさんも尊敬しているセバン・スズキっていう日系人のカナダ人がいますけども、彼女がですね12歳で国連で、伝説のスピーチと言われるスピーチをして、で、その時のスピーチっていうのを見てやる方も多いと思うんですけども、今彼女のスピーチをですねもう一回聞き直しても今の時代に全くずれてないような話がされてます。で、そういうことでグレタさんも非常に尊敬しているセバンですけども、セバン・スズキは世代間の愛っていうことを言ってるんですね。世代間の愛が足りないんではないかというようなことを来日するときによくそんな話をしてます。で、原発事故の被害っていうのがですね、もう35年経ってるんですけども、いまだにですね、このベラルーシとかウクライナではその被害が続いてるんですね。で、日本で原発事故から10年が過ぎましたけど、10年経ってもですね、今病気が増え続けてます。で、日本ではほとんど報道されないんですけども、被害の影響っていうのはですね、一つはその罹患率、病気の増え方がありますし、死亡率が増えるということがありますけれども、それ両方増えてきてるんですね。ただそういうことがほとんど報道されてないという現状があります。で、一番大きな日本の大問題と思うのは、原発事故前はですね、1年間で1ミリシーベルト以上被爆してはいけないことになってたんですね。それがですね、事故が起こると20ミリまで、20ミリシーベルトまで被爆していいという、そういう基準を作ったわけです。で、その基準をですね、実はチェルノブイリでもそういう基準が作られました。ところが、チェルノブイリではベラルーシ、ウクライナ、そしてロシア、3つの共和国がですね、事故から5年後に1ミリシーベルト基準に戻したんですね。1ミリシーベルト以上、汚染された地域の住民は
避難の権利があると。避難することを保障されるっていう権利があるんです。で、5ミリシーベルト以上被爆する地域は避難しなければいけないと。避難の義務があるんですね。ところが日本はですね、事故から10年が経っても20ミリシーベルト基準を変えてないんです。いまだに住み続けていいということになってるんですね。で、その結果どういうことが起きてるかっていうと、避難してた人たちが、20ミリシーベルトでも戻っていいのに勝手に避難して戻ってこないということになってるんですね。そのためにその避難した人たちの住宅の補助っていうのをしてたんですけど、そういうわずかなそういう補助、それすら打ち切って戻ってこない人たちは本人たちが悪いんだと、わがままでそんなことをやってるんだっていうふうになってですね、今もそういう裁判が行われてます。で、こういう問題に対してFOE ジャパンとかグリーンピースの皆さんもさまざまな活動されてて、非常に重要なことだなと思ってます。で、その、チェルノブイリの方を見てきて、日本も見てきてですね、この日本がなぜこういう問題に対してこんなに弱いんだろうなという思いが強くなるんですね。で、それはさまざまなことがあるんだろうと思いますけども、先ほど柴田さんがですね、柴田真央さんが今FFF の活動されながらフリースクールの話なんかされていたと思うんですけども、やっぱ教育の問題も一つあると思うんですね。で、特に日本人は自分たちが社会を良くしていけるっていうことをなかなかそういう思いを持っている人が少ないという現状があると思うんですね。それは政府はその方が都合がいいということでそういうことだろうと思うんですけど、自分たちが変えていけるんだっていうことをですね、もっと広げていく必要があるなというふうに思ってます。で、今日のですね、この場っていうのは、日本の代表的な NGO のですね、FOE ジャパンとグリーンピースの皆さん、それから350のこの取り組みってものすごく私重要だと思ってるんですね。その取り組みによって社会が大きく変わっていく大きな力になってると思うんです。それからパウの活動ですね、若い人たちのやっぱこういう活動がですね、本当に大事だと思います。で、FFF の皆さんのですね、活動が本当今希望だなと私は思ってます。で、こういう活動がですね、長くこういう活動に取り組んできたNGO、NPO、いろんな皆さんとつながってですね、新しい活動がここから広がっていけばいいなというふうに思っています。皆さん、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ぜひこれからですね、怠け者クラブとしても世界としてもこういうような取り組みのより広がっていくような一緒に入っていきながら盛り上げていけたらなと、はい、私も思ってます。藤井も、はい、広水さんが参加されてるんで、この後次最後で広水さんなんです。はい、はいはい、中間さんありがとうございました。はい、では最後にですね、いろんな取り組みを一緒にやっている広水則夫さん、サステナビリティをテーマにいろんなさまざまな活動をされている広水則夫さんにちょっと最後の締めをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと後ろがうるさいかもしれないんですけど、ちょっと移動がうまくいかず、ちょっとカフェから話します。ちょっと大丈夫ですかね。ちょっと大きい音かなと思うんですけど、ちょっと声を大きめに話します。で、ちょっとサクッと僕の取り組みをちょっと共有させていただきます。出ますかね。ちょっと簡単な自己紹介で、
ちょっと今日お久しぶりにお会いしている方もたくさんいらっしゃるんですけども、初めましての方もいるんですが、もともとはいろいろファシリテーションのこととかそういったことをちょっとやってたんですけれども、最近はADS 株式会社というところで、サステナビリティを推進するっていうことを旗に挙げて、ここ3年ぐらいコンサル事業をやってます。で、ちょっと僕の方ではテーマとしてはサステナビリティトランスフォーメーションというキーワードに、統合しまして、どういうことかっていうのをちょっと紹介すると、今現在、暮らしやビジネスやカルチャーも含めて、持続可能性を脅かすものが次々と現れてきている、もうかなり厳しい現状があるなと。今回の気候変動はまさにその最先端のところにあるかなと思ってるんですけれども、そのために世界は変わらざるを得ないところに来ているんだと。でこれをサステナビリティトランスフォーメーション、その持続可能性を高めるために変わっていかなきゃいけないよねということをちょっと旗に置くことによって、ちょっといろんなバラバラな活動になっているところを、一緒にもっともっと協力できるような形にしていきたいなということで、ちょっと一旦この旗を掲げております。で、サステナビリティトランスフォーメーションということで、ちょっと SX、デジタルトランスフォーメーションを DX と言ったりするので、それをちょっともじって SX っていうキーワードで、ちょっと動こうとして、ここ3年動いてきて。もうここに来たかなと思うんですけど、今なぜじゃあサステナビリティトランスフォーメーションかっていうところで言いますと、グローバルな社会になって世界中のさまざまな影響が、非常にローカルなところまで及んできていると。今回のコロナなんかはその最たるなので、このコロナの現象も気候変動の現象も実は僕は同じだと考えてまして、タイムスパンがちょっと違うだけで、いろんな人のアクションが、世界中に影響が広がっていっている。でそれによって起こってくる影響のフィードバックを僕たちは体験するわけですけど、コロナはこのタイムスパンが非常に短く、あっという間に広がって、そういうフィードバックを受けてるわけですよね。でも気候変動はこのタイムスパンが50年とか100年とかでフィードバックしてくるので、なかなかその実感が持ててないだけで、仕組みとしては社会全体がそういうローカルのところまでどっかで起きてることとどっかで起きてることは無関係じゃないよ、その影響が及ぶような社会になってるよっていうことを表していると。なので、自分さえ良ければいいっていう考え方では、持続できない、もはや独立的に影響を受けない存在はないということで、システムに組まれた私たちというふうにこのことを、一旦読んでます。でそのシステムの変化を無視して自分たちの持続可能性を、保持することはできない。パウの、高田翔太郎さんがローカルにやっていくことと、社会システムを変えていきたいということをちょっとおっしゃってたと思うんですけど、まさにその社会構造上の問題というところに取り組まなきゃいけないなということで、ちょっと3つの領域に、焦点を当てて、進もうと思っています。でビジネス、ちょっと要はですね、サステナビリティ実現するときに何がどう変わったらいいかということを考えなきゃいけないので、領域をちょっと3つに分けてみて、ビジネスとコミュニティ、地域ですね、それからエデュケーション、教育っていうこの3つをちょっと、ターゲットというか領域として置くことによって、じゃあサステナビリティが十分実現できているビジネスの姿っていうのをちょっとビジュアライズできるかなと。それから、同様にサステナビリティが実現したコミュニティってどんな姿とか、サステナビリティが実現され維持されている教育ってどんなのかなっていうことを、まず話し合えるんじゃないかということで、この3つの領域を、焦点として、考えています。もう一つですね、サステナブルコミュニティデザインスコープっていう、ちょっと、これは今日司会進行してくれている藤井門と、ディスカッションしながら一つの、どういった焦点を当てて議論したらいいのかなということで、プラネタリーバウンダリーをちょっと基準にしながら、コミュニティ、要はですね、今日ローカリゼーションの流れもあると思うんですけど、サステナビリティの実現って結局何っていうのを考えたときに、地域が、サステナブルな状態にちゃんとなったのかっていう、ここが指標かなと思ってまして、
そうすると、必ずそのローカルな地域がどうなってればいいかという議論をしなきゃいけないなと思ったんですね。でも、そのグローバルなプラネタリーバウンダリーの話聞いてても、地域がどうなるかはちょっとなかなか距離があって、でここを結びつけていく必要があるので、プラネタリーバウンダリーっていう周辺と、コミュニティデザインとして、絶対生活に必要なインフラとなるキーワードなんだろうねっていうことで、フジモンとこの真ん中の、7つを、ちょっと挙げてます。でこれをですね、上手に使いながら、企業、金融、自治体、国、大学、地域の人々と、こういったものを使いながら、サステナビリティのローカルな、実装に向けて、ちょっとここ2、3年動いてきました。ちょっとだけ話しましょうか。僕としてはですね、先ほどの資料で、森っていうのがちょっと中心にあったと思うんですけども、これ結局いろいろ調べていくと、今日もですね、これ別に仕込んできたわけではないですが、パタゴニアの T シャツ。今画像を見せてるから僕はちっちゃいんですよ。でクリーネストラインっていう T シャツ着てるんですけど、山から海までが一つつながってるラインで、そこがいい状態になるということが大事だよっていうメッセージをパタゴニアの T シャツにあるんですけど、それも着ていて。でですね、その森をどういうふうに直すかっていうところと、考えたときに、これも藤井本のディスカッションで出てきていることで、大体藤井本が言ってることなんですけど、結局、ビジネスの人とした話をすると、1年後どうする、3年後どうする、5年後どうするって、せいぜい長くて5年とか10年ぐらいっていう議論なんですが、森に行くと30年、50年、100年、1000年みたいな数字で、考えることになるんですよね。でこれは藤井門と一緒に森に行かせてもらって感じていることなんですけど、でこのタイムスパンが森とのつながりを失ったことによって持続不可能な社会になっていく、その長期的な目線を僕たちは失ってしまったんじゃないかなっていう気づきがあったんですね。なので、みんなでもっと森に関わり始めると、時間感覚を取り戻せるんじゃないかと、その長期的な。でその長期的な時間感覚を僕たち自身が取り戻していったときに、ビジネスも変わっていくし、コミュニティも変わっていくし、その資本主義の考え方も変わっていくんじゃないかなという期待は、現在も。でそういう意味で、森のエンタメ化みたいなこともちょっと今考えてまして、ちょっと皆さんガチの社会活動されてる方々の前で森のエンタメ化とか、なんかそういうチャラいこと何やろうとしてんだみたいなことがあるんですけれども、いろんな人、とにかく気候変動に向けて推進していきたいという思いがあります。で先ほどのビジネス、コミュニティ、教育って3つの領域があるんですけど、少しだけこの3つだけ紹介して僕の話を終わります。ちょっとビジネスについてはですね、ビジネスの人たちは割と SDGs とかサステナブル経営とか ISO26000 とか、ISO26000 あんまり知らないんですけど、SDGs はやった方がいいのかなっていう、キョロキョロし始めてる今なんですよね。でそこを、僕たちがサポートしますよということで、大企業向けのコンサル事業とか、中小企業向けのコンサル事業を、展開しようとしていて、でそれがやっぱり今の皆さんのガチの情報とか、絶対必要なアクションにつながるようなことを、企業の方々にちゃんと理解してもらって、経営に反映してもらうということを推進したくて、このコンサル会社を作ったというところもそこにあります。で協力者としては研修会社、研修講師の方々とディスカッションさせてもらったり、あと税理士さんとか行政書士さん、中小企業診断士さんという事業の方々と、これを推進できないかということで、仲間づくりをずっとしながらやってます。それから青年会議所さんとかも、ちょっといろいろ青年会議所で SDGs、ちょっといろいろ声はあるんですけれども、そこともちょっとコンタクトがあって、割と、話ができる方々もいるので、そういった方々の中身をもうちょっとブラッシュアップして、影響力を、彼らの影響力をうまく使いながら推進できないかということで取り組んでいます。それからですね、コミュニティについては、今一番力入れているのは、この ESG 地域金融事業で、これはですね、環境省の事業なんですけれども、
栃木銀行さんとちょっと取らせていただいてます。ちょっとセットというか、最近出した本です。SDGs のすごい会社っていう本を出したんですけども、そこに藤子の営みと、あとこの栃木銀行を僕は紹介させてもらっています。でこれはですね、また別な機会に詳しく話ができたらいいんですけども、いわゆる地域にローカルに実装させる役割として最も優れた立ち位置が何なんだろうっていうのを自分なりずっとディスカッションを重ねて見えたのが地域金融じゃないかっていうところで、栃木銀行さんがチームになってくださって、これちょっと一ついい出口かなということで考えています。それからですね、もう一つコモンズ創造事業ということで、ちょっと人申請の資本論という本を書かれている斉藤浩平さんと、これも藤井もがつないでくださって、ちょっとディスカッションさせていただいていて、で、うちのチームの山上智子さんという方がいるんですけど、その方がコモンズっていうのを推進したいということで、それをどう実装化させるかということで、今、3つの手立てということで、共同組合を作っていくことと、ローカル SDGs、SDGs を推進する市民活動をされている方が知り合いにいるので、それをモデル化して横展開できないかということと、あともう一つ、ピースコインというアルゴリズムがあるんですけれども、これが地域通貨を発行できる、デジタル地域通貨を発行できるツールで、このピースコインの安倍さんという方とつながって、これを導入する形を使いながら、コモンズ、つまり、自分たちに必要なものを自分たちで考えて、自分たちで作っていく活動をコモンズっていうふうに僕は思ってるんですけど、そういったことを推進したい。でこういったところで、ステークホルダーとしては金融機関とか行政機関、大学、企業、市民の方々を巻き込んで、進んでいきたい。で、最後になるんですけど、ちょっと10分過ぎちゃいました。教育っていうことで、これは今、サステナビリティ教育カリキュラムを作りたいということで、整理しようとしてるんですけど、ここはですね、ほとんどまだ手がついてません。なので、こんなことを考えている。もう一回みんなで教育機関の方や、学生や市民の方々を含めて、持続可能な社会のための教育をちょっと、みんなでカリキュラムを作れないかなっていう思いがあります。で、僕自身はもともと数学教師っていうか、中学校の教員やってたので、教育は割と熱いところで、でもいろんな教育がいろいろね、いい教育の内容があるんですけれども、今の日本であった、本当に必要な教育の目的とは何かとか、そういったところからいろんなやり方を統合できないかなということをちょっと考えているところです。ということで、ちょっと駆け足早口だったんで何言ってたっていう感じの方もいると思うんですけど、僕の数はこんなところです。で、ちょっとですね、今日ですね、僕、やっぱり吉田さんの、お話から始まって、ずっとたくさんの方々のお話聞いてきたんですけども、なんか久しぶりにこの気候変動の部分に、っていう年のというんですけども、相互の人脈とかリソースをうまく掛け合わせていけたらいいなと。で、一つだけ最後、どうしても僕、これだけをちょっと言いたいなと思ったのが、やっぱりフライデー・フォー・フューチャーの3人の方の話聞いて、いろんな感情が起こりました。以前からフライデー・フォー・フューチャーの取り組みを伺っていて、直接お会いしたことはまだないんですけれども、なんか大学生や高校生もこの活動に参加してるんだって、増えてきてるんだって聞いて、ちょっと最初、うふふって思ってたんですね。なんか嬉しい気持ちとか喜んでたんです。でも、やっぱり、なんでこんな若い子たちにこんなことさせてんだろうなって、正直やっぱり思うんですよね。で、やっぱりこういう社会システムを作ってきてしまった。のはやっぱりちょっと自分も無関心なところもあったと思いますし、わからないこともたくさんあったので、動ききれなかったこともあるし、分かっててもそこまでの情熱が持てなかった時もあったっていうところで、たった3年ぐらいで、サステナビリティを急にやり始めてますけれども、本当にすまないなっていう気持ちと、僕自身も含めてですね、皆さんも100年後にはどうせ生きてないわけですから、残りの時間を使ってみんなで
本当に100年後に生きる人たちが幸せに生きられる環境、状況を生み出していきたいなということを強く感じました。以上です。これ、藤井もがミュートしてるから。はい。ありがとうございました。ひろさん、ちょっと画面共有を一旦。はい、ありがとうございました。そうですね、本当今言ってくださったように、横のつながりというか、なんかその、ね、ひろみずさんも最近僕と話す中で森のことを、で、ひろみずさんが、僕から森のことを聞いてくれることで、よりその森のことが広い視野で広がるように、いろんな方が、今日、話してくださった気候危機のことを聞いてくださることで新たなアイデアが生まれたり新たなアクションが生まれたりとかそういう形が重要かなと思いますしあとひろみさんが今言ってくれたそのローカルに具体的な地域の事例を作るっていう高田さんや鈴木さんが言ってくださったように自治体にこういうことを働きかけるっていうことと同時に具体的な取り組み事例をコミュニティの中で地域の中で作り出していくという動きも今、今回のローカリゼーションの流れ昨日からの流れも含めてやっぱりそういう事例をどんどん生み出していくそういう僕たちが望む暮らし方を実際に実践していくという動きをどんどん起こしていくということもこれから重要なのかなと、思ってます。今日本当すみません、あまり僕が欲張ってゲストの方をたくさんお呼びして、みんなでね、こう深み合うみたいな時間は取れなかったんですけど、今日聞いて気になったことがあれば、ぜひ各団体のホームページとかを見ていただけたらと思いますし、今後もいろんな企画を立てていけたらなと思います。今回の動画もシェアしていきたいなとも思ってますし、ぜひこれから、あと4年キャンペーンにまずは参加いただいて、これからまず次のアクションとしてはもうパブリックコメントを史上最大のパブリックコメントを出そうという取り組みをしてますので、ぜひみんなで一緒にやっていけたらなと、思ってます。今日は本当に登壇してくださった方、聞いてくださった方、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。